Hey guys, it's Cuts! 本日の動画はですね、バンクーバー4日目最終日の動画となっています。はい、ということで、今日でバンクーバーに来て4日目なんですけど、今日、日本に、帰るので、バンクーバーにいるのは今日で最後という風になってしまいます。はい。結構早かったですね。はい、あっという間でした。でも今日、フライトが夜の10時ぐらいなんで、まあ、1日時間を使えるってことで、はい。で、最終日の今日はですね、どうするのかというと、今日は、ブリティッシュコロンビア大学に行きたいと思います。はい、大学ですね。今、僕がいるダウンタウンの市街地から空港に向かってちょっと降りて、で、海沿いの方に降りて海沿いの方に行くと、この一番海沿いのところが大学になってるので、はい、そこにバスで行けるっぽいので、行きたいと思います。はい。ね、各国にね、行ったらね、絶対ね、その国のね、教育環境のところには行こうと思ってるので、はい、今回は、ブリティッシュコロンビア大学に、ちょっと行ってみようと思います。はい。で、そうですね、めちゃくちゃ広いらしいので、はい。今、バンクーバーのダウンタウンっていう、まあ、こう、市街地をこうやってかたどったとすると、その街の1.5 倍か2倍ぐらい大学は大きいらしいんで、敷地が。はい。だから、まあ多分全部回りきれないし、バスとか、中でもバスとか乗れんのかな？歩きだと絶対に全部回りきれないと思うんで、まあ行ける範囲で校舎とか学校の雰囲気とかを見たいなとは思っています。はい。では、そんな感じで今日は行きたいと思いますので、バンクーバー4日目最終日、どうぞ。ですね、チェックアウト終わったんで、これから、大学の方に向かいたいと思うんですけども、はい、ここが、今いるのが、なんかね、コーヒーとか飲めるところなんですよね。で、朝10時、7時から10時まではここでブレックファーストとか取れるみたいで、はい。なんかバイキングとかそういう形式ではないんですけど、簡単な、今もうちょっと奥電気消されちゃってるんですけど、はい。ですね。まあ、僕ちょっと今回はね、外でね、ご飯を食べようかなと思ってたんで、はい。ブレックファーストは取らなかったんですけど、今、まあコーヒーとかはね、無料で飲めたりするし、あとは水も用意されてるんで、海外で来たらやっぱりちょっと飲み物とかね、食べ物とか心配だと思うんですけど、こういったところでね、水筒にね、水を補給していくといいんじゃないかなと思います。一応ホテルのところなんでね、まあ、それなりに安全性とかもちゃんとされてる水だとは思うので、はい。そうですね。僕もちょっとペットボトル捨てちゃったんで、はい。持っとけばよかったなとは思ったんですけど、はい。そんな感じですね。はい。こちらは1階のフリースペースになります。お部屋もそうでしたけど、こちらもモダンなテイストで、僕はすごくこの雰囲気好きです。やっぱりいろんなホテル泊まるとホテルごとに特色があって楽しいですよね。では、コーヒーをですね、僕ももらいたいと思います。外はね、すごく寒いので、こちらのコーヒーで温まりながら外に行きたいと思います。ちょっとこれからね、朝ごはんを食べにマックに行きたいと思います。はい、こちらが図書館ですね。バンクーバー図書館のこの奥の、見えるかな、奥にM のマックのマークがあると思うんですけど、はい、図書館の奥にあるんで、こちらのマックに行きたいと思います。はい、マックに着きました。じゃあちょっと入っていきたいと思います。マック基本的になんか24時間営業っぽいですね。はい。よ
スタードロールイングリッシュテイクアウト、イートインか、イートインにして、待って、これ朝マックじゃね？いや、これは朝マックだな。いや、朝マックはちょっと欲してないんだよな。今の時間10時半ぐらいなんですけど、マックはですね、まだ朝マックでしたね。はい。僕ね、朝マックはそんな欲してなかったんで、マフィン系ですよね。マフィン系でパンの生地はそんな好きじゃないんで、普通のハンバーガー食べたかったんで、ちょっと一旦マックなしです。はい。多分11時ぐらいとかになったらあれかな。普通のハンバーガーになるんですかな。なるんですかね。はい。とりあえず朝ごはん食べずに大学に行きます。今ですね、大学の中に入ってきました。ちょっととりあえずめちゃくちゃ広いですね。学生がみんな降りたところで僕も降りました。そしたらなんかキャンパス的なのがありました。ちょっとこんな感じです。これがなんか建物ですね。キャンパスなのかな。こっちの方にも、この辺はバス停がずらーってありますね。はい。こっちが多分キャンパスっぽいですよね。この辺は受付なのかな。こっちが普通の校舎みたいな感じですかね。この辺はなんか芝生だからなんかスポーツとかやるところですかね。広いですね。でこの校舎的なのが多分何個かあるんですよね。でそれがその一つがここって感じですね。だからこれ毎回バスでちょっと移動しないといけない感じになるんで、はい、でかいですねやっぱり。サブウェイとかありますね。ちょっと後でねなんか学食とかね食べれたらねいいなと思うんですけど、この辺多分なんかぽいですね。サブウェイとかなんかいろいろ入ってるんで、飯食べてますね。ちょっとね昼時は避けようかなと思います。混むんでね。はい。僕は授業時間とかに全く縛られてないんで、はい、ちょっと空いてる時に優雅に食べたいと思います。ちょっと奥の方に行ってみますね。ちょっと入ってみます。なんかこんな感じです。スタバが入ってますね。ここ多分食堂みたいな感じですね。なんかみんなおのおの過ごしてます。今ですねちょっと疲れたんで休憩してます。なんか謎のカーペットとかが引いてあるところの地べたに座ってます。はい。なんかみんなここでおのおのなことしてますね。パソコンいじってる人が多いですね。やっぱ課題とかやってるのかな。僕はちょっと休憩します。ここでまたちょっと違うところに建物に入りましたけど、ここもなんか入ったところはお店とかがあって、あれですね、なんか自由にみんなが使えるスペースになってますね。大体みんなパソコンで課題っぽいのやってますね。こっちとか下ってみるか。こんな感じですね。めっちゃ人がいますね。今ちょっと2つ目の建物出てきました。人がバカ多いです。はい。で広いです。なんかもうこの敷地でもまたこっちにも建物あるし、めちゃくちゃ広いですね。はい。そして人もいっぱいいて、でなんかあれですね、結構いろんなアジア人が結構割とやっぱ多いですね。いろんな国の人がいるって感じですね。はい。そうですね。だからなんかあれですね、留学とかはだいぶしやすいんじゃないかなとは思いますね。こちら奥の建物は割と歴史を感じますよね。手前の建物は新しい感じですね。
なんかこの学校の敷地内で新しい建物と、昔からある建物っていうのがあって、すごく綺麗な建物と古い建物の歴史を感じられる建物っていうのが融合しててすごくいいですね。あと敷地が広いのでこういった緑とかも植えてくれてて、噴水とかもあって、すごく雰囲気も穏やかですごくいい学校ですね。こちらは建物の中ですね。学生さんがいっぱいいましたね。で、基本的に学生さんはですね、勉強をしてますね。こういったフリースペースのところで、皆さん課題なのか、まあ、自分の勉強なのかわからないですけど、本当に勉強してて、すごく学生のみんながもう勉強をしているっていうのがすごく感じた印象ですね。今入ったところは図書館かな、なんかライブラリーとか書いてあったんで図書館なんですかね。なんかみんな本当に課題というかひたすら何かに取り組んでるって感じですね。はい。で次がですね、ちょっと出てまた建物が出てきたんでちょっと見ていきたいと思います。こっちのですね左にあるのはだいぶ最近建てられた建物じゃないかなと思いますね。はい。ここがなんかすごい広いスペースですね。この広いスペースの左側ですねが多分新しい建物だと思うんですけど、ちょっと行ってみますね。ライブラリーってがっつり書いてあるな。図書館っぽいですね。今の建物の中でも学生がすごい勉強してましたね。なんかこの大学に来て本当に思うのはみんなすごい勉強してるってことですね。僕大学のこういった噴水すごい好きなんですよね。視聴者の皆さんはどうですかね、好きですかね。とりあえず大学が広すぎます。僕が今まで見てきた大学の中で一番広いんじゃないかなって思いますね。これも学校の財力なんですかね。生徒にとってはめちゃくちゃいいことですよね。学ぶ場所がいっぱいあるっていうことはすごいプラスだと思うので。お腹が空いたのでご飯にしたいと思います。学校の中にはいくつかお店がありまして、僕はですね、中華にしました。美味しそうです。それではいただきます。今僕がいるところはですね、ご飯を食べるスペースみたいなところで、周りにはですね、お店とかコンビニとかがいっぱいあって、で、テーブルが無造作に置かれてるんで、学生が友達とかと一緒にご飯を食べてるっていう感じですね。で、値段はですね、だいたい1500円ぐらいから、2000円ぐらいですかね。カナダの物価とそう変わらないですね。なんか学校の中だから特段安いとかっていうのもないのかな。もしかしたら多少安いかもしれないですけども、それぐらいの値段はします。今はトイレの中にいます。日本にもありますよね。こういった一人で悩まないでって。カナダにもありました。ということは日本だけじゃなくて、世界中で辛い思いとか苦しい思いをしている人がいるんだなっていうことです。そういった時は一人で悩まないで、めちゃくちゃ周りに頼って、めちゃくちゃ周りに助けてもらって、いつか自分が元気になった時に、めちゃくちゃお返しするって、それが僕は一番大事なんじゃないかなって思ってます。この芝生めちゃくちゃ綺麗ですね。晴れてたらね、座ったりもできるんだろうけど、人工かなこれ。人工っぽいですね。なんかあれですね、ラインとかあるから一応なんかスポーツやったりはするんでしょうね。はい、とりあえず突っ切って、あれはなんだろうな、これなんだろう、寮とかかな、寮じゃないか、違うかなんか、でもマンションアパートっぽいですよね、雰囲気が。絶対寮とかありますもんね。こんな敷地内にあるかどうかって言ったら微妙ですけどね。ニアブリティッシュコロンビアなんですかね。この辺はあれかな、体育館的な感じかな。スポー
素敵な写真が飾られてるんで、でかいな体育館だとしたら、そうですね、体育館っぽいですね。バスケットボール&バルーンって書いてあります。ちょっと体育館こんな感じですね。こちらは UBC ブックストアです。大学内にあるお店で、大学のロゴが入ったグッズとかが買えるお店になってます。それでは中に入っていきましょう。お店の中はまあまあ広いですね。で、本とか文房具とか、あと服とかもいろいろ売ってますね。これはオレンジ色の服ですね。で、右側はこれなんですかね、なんかスポーツのなんか用品とかですかね。わかる人は教えてください。で、右側ね、これ水筒ですよね。で、これは服ですね。はい。で、この辺は一帯がトレーナー売ってますね。はい。大学の UBC ってロゴが入って、色違いのトレーナーが売ってますね。緑色のこの服なんかすごいオーストラリアっぽいですね。この水色の服なんかすごい可愛いですよね。本当にこの辺は色違いでトレーナーが若干ね、生地の感じとかは違うんですけども、この辺はちょっとね、もう少し薄い感じのトレーナーでしたね。はい。で、まあ値段もちょっと薄くなるとちょっと安くなるっていう感じですね。本当にトレーナーいっぱいありますよね。で、この奥はですね、なんか文房具とかが売ってましたね。僕ちょっとね、服が欲しいんでね、服をちょっと見たいと思いますね。この辺はちょっと軽い、上着みたいな感じですかね。こういった白いのいいですね。ここの道がめちゃくちゃ長いです。後ろもこんな感じでダーッとロングストレートがある感じですね。とりあえずやっぱ広いですね、全体的に。建物もいっぱいあります。あっちにもあるし、こっちにもあるし、でそっちにもあるし、はい。めちゃくちゃ建物があって敷地が広いです。めっちゃフリスビーやってますね。フリスビー流行ってんですかね。基本的にフリスビーや練習そういうわけじゃなく遊びだよな。フリスビー遊びは流行ってるんですね。流行ってるっていうか、こっちで暇つぶしするんだったらフリスビーみたいな感じなんですかね。UBC は本当に素敵な大学だなっていうふうに思いました。おそらくたくさんの留学生がいますし、いろんな国の人と触れ合えるっていうのはすごい貴重な体験ですし、何より学生のみんなが熱心に勉強していて、本当に学びの場としては最高なんじゃないかなと思いました。とりあえずですね、大学も一通り見終わったんで、そろそろですね、帰ろうかなと思います。なのでここからちょっと空港の方に向かうバスに乗りたいと思います。ちなみに服をちょっと買いました。はい、なんか UBC ブックストアみたいなところで服とかなんか文房具とかいろいろ本とか売ってるんで、はい、そこで普通に買えるんで、ちょっと服だけ記念に買いました。はい。なので普通の人も買えるので、もし来た方いたらいろいろ見て回ると楽しいかもしれないです。僕が乗る便はですね、下から3番目の22時30分発ユナイテッド航空ニューヨーク行きですね。ニューヨークで一旦、乗り継いで、成田空港に戻るっていう感じになります。今ですね、空港の、中に来ました。まだチェックインとかはしてないんですけど、もうちょっと時間が近くなったらチェックインはしようかなとは思いますね。どこから入ればいいんだろう。ちょっとまだ時間があるんで、チェックイン自体まだかもしれないんで、ちょっとこの辺で、充電をできる場所発見したので、ここで今ちょっと充電をして、時間になったらチェックインをしていきたいと思います。なんか空港薄暗いですね。こんなもんだっけ天気。なんかすごい暗く感じるんだけど、こんなもんか。はい。
そんな感じです。こちらのですねフォーをですね、食べたいと思います。こちらが僕が注文したフォーです。値段は2000円しなかったと思います。バンクーバーでは普通ぐらいの値段ですね。で、こちらのフォーめちゃくちゃうまかったんで、バンクーバー来た時にはおすすめです。今ですね、チェックインをしたので、これからもう搭乗できる時間にはなってると思うので、飛行機に乗っていきたいと思います。81こちら81なんで、こっちですね。今85ぐらいなんで、あと4つぐらいです。先ですね。はい。まあですね、搭乗ゲートの方で向かっています。これがバンクーバーのですね、国際空港の、国際線の中ですね。なんかあんまりこっち使わないみたいですね。バンクーバーって結構国内線とかね、行く人は多いらしいんですけど、日本に帰る人とか国内線で一回違うところのカナダの空港に経由して日本に帰るとかが多いんで、僕みたいに国際線で日本に帰るっていうのは少ないみたいですね。確かに全然人がこっちの方いないですよね。アメリカの方の国際線の方って全然人がスカスカですね。はい、じゃあ向かいたいと思います。これからですね、ニューヨークの方に向かいたいと思いますけども、今10時ぐらいなんですけど、向こうに7時ぐらいに着くんで7時間ぐらい、もうちょっと8時間ぐらいかな、ちょっとかかると思います。頑張ります。無事に飛行機の中に入れました。ユナイテッド航空初めて乗るので、密かに楽しみにしていました。はい。じゃあちょっとフライト長いんですけど、頑張りたいと思います。めっちゃ暑い。中めっちゃ暑い。めちゃくちゃ暑い。飛行機の中は確かに暑いですが、無事に離陸できました。カナダともこれでさよならです。こちらがですね、バンクーバーのですね、夜景ですね。綺麗ですね。いい街でしたね、ほんとね。またいつか必ずね、戻っていきたいと思います。なんとですね、ほぼほぼ寝ていました。で、起きたら、もう間もなく到着という状態になっていました。よほど疲れてたんだと思います。はい。4日間いろいろ動き回りましたので、そりゃ疲れると思います。はい。で、今、こちらはですね、おそらくニューヨークなのか、それともニューアーク市なのかの、街の様子だと思います。僕が到着する、ニューアークリバティ空港ですかね。こちらはですね、ニューヨーク州ではなくて、ニュージャージー州に位置している空港なんですね。でも、ニューヨークの都市部に、最も近い空港みたいですね。他にニューヨーク州にある空港はですね、2つあるみたいで、他にジョン・ F ・ケネディ空港と、あと、ラガーディア空港っていうのがあるみたいですね。で、この2つはニューヨーク州にあるみたいなんですけども、ニューヨークリバティ空港の方がニューヨークの市街地には近いみたいです。はい、そんな感じです。そして、うっすらと朝焼けが見えて、すごい綺麗ですね。今ですね、ニューアークバリ、なんていうんだろう、ニューアークリバティ空港っていうのかなに到着しました。これから、イミグレやって、4時間ぐらいは時間あると思うんで、ちょっと空港を散策したいなと思います。なんか意外とほぼほぼ寝てたんですぐ着きました。はい。じゃあこれからちょっとイミグレに行っていきたいと思います。こちらの空港初めて来ましたけど、やっぱりアメリカの主要都市の近くの空港ってこともあってすごい広いですね。乗り換えは5時間ぐらいあるので、後で散策とかもしたいと思ってます。ですね、当初の予定ではですね、ターミナル
C に到着して、ターミナル C から飛び立つ予定だったんですけど、なんか多分ターミナル A に到着したみたいですね。はい、なので今からこの無料のシャトルバスがあるんで、それに乗って、ターミナル A からターミナル C に移動したいと思います。今はターミナル C へシャトルバスで移動中です。ユナイテッド航空の飛行機ありますね。滑走路内をですね、このシャトルバスで移動してくれるみたいです。はい。朝焼けいいですね。向こうの方に太陽があって、それと飛行機が重なって、なんか幻想的な、すごく綺麗な風景です。無事、ターミナル C に移動してきました。ターミナル C がなんかすごいお店とかいっぱいありますね。僕が乗る便はですね、真ん中ら辺にある東京成田11時30分 AM っていう、ゲートが102 C の102ですね。ゲートがこれ変更になってますね。なので102の方に向かいたいと思います。なんか今思ったんですけど、このニューアーク空港に着いて、これなんか今もうゲートを次入れるところにで今うろちょろしてるんですけど、これあれか、入国審査はいらないのか。なんか来れちゃってるもんな、こっち。これからあれするのかな、どうなの、ちょっとわからんな。なんか多分あれですね、イミグレいらなそうですね。もうこれ普通にゲートの前来れちゃってるんで、多分乗れちゃうと思います。はい。なんだろう、あれかな、どういうことなんだろうな、よくわからないな。なんかでも確かにオンラインチェックインとかできなかったんですよね、この航空券取るのに。なんか特別な航空券なんで、なんかカウンター行ってくださいみたいな感じで、オンラインも空港のところにある自分でやるセルフのやつもできなくて、カウンターのところで航空券発見してもらったんで、もしかしたらなんかその辺もトランスファーだから入館とかなく入れるようなあれだったんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、はい。とりあえず無事アメリカに入国できたので、お腹が空いたので朝ごはんを食べたいと思います。こちらはベーコンとエッグのベーグルとアイスコーヒーです。僕ベーグルばっかり食べてますね。そうなんです、僕ベーグル大好きなんです。こんな感じの断面をしています。いただきます。なんかパンとベーコンと、あとなんかオムレツみたいなの入ってますね。まあまあ美味しいです。なんかもうちょっとソースとか入ってたらもっといいかもしれないですね。なんか味がベーコンとチーズのしょっぱさぐらいですね。なんかやっぱソースがあった方がいいですね。まずくはないです。ちなみにですね、今買ったベーグルと、アイスコーヒーが、17ドルだったんですけど、今ちょっとドルの為替を見たら、なんと1ドル149円149円ってことは17ドルでしょ。2500円ぐらい。2500円。
ベーグルっていうのかな、パンとアイスコーヒーで、2500円の朝ごはんとなっています。高いっすね。ちょっと暮らせないですね、ニューヨークじゃね。やばいですね。2500円か、あれで半端ないな。この辺はなんだろうな、なんか洒落たレストランチックなところですかね。なんか高そうだな、普通に。なんかこう空港の道の真ん中とかにこういう風にお店が出てるんですけど、なんかちょっとレストランチックですね。この辺もなんか洒落た感じですね。めっちゃ高そうだな、普通に。クラッと入ったらすごい請求来そうだ。で、こっちがアメリカの国旗がありますね。こっちの奥がゲートがすごいんですよね。で、こっちさっき行ったからこっち行ってみようかな。一応ですね、空港散策できるように時間をね、ちょっと4時間くらいかな、トランスファーの時間を取ってあるので、4時間かまだね、ご飯食べてゆっくりして時間潰したんですけど、まだねあと1時間半ぐらいあるんで、なのでちょっと空港の様子をお届けできたらいいなと思いますね。これすごいね、朝だからですかね、こんなにすごいいっぱい飛行機が、みんななんかこれから飛ぶぞっていう感じがすごい伝わってきますね。ちょっとね、ここめちゃくちゃ広いんでね、ちょっと歩くのが大変ですけど、ニューヨークはなんか3つぐらい大きい空港があるのかな。1個がここでしょ。でもう1個がなんかジョン・F・ケネディ空港だっけで、もう1個なんだっけな、忘れちゃったけどあるみたいですね。大きいですよね。ターミナルも3つあるっぽいからな。で、なんかターミナル間は僕も移動したんですけど、バスとかで無料で移動できるんで、なんかその上のね看板見てシャトルバスとかが書いてあるので、それでそうすれば簡単に移動できると思います。ここもなんかおしゃれな雰囲気のお店ですね。ちょっと高そうですね。この辺はコンセントもついてテーブルと椅子があるんで、ご飯食べたりとか充電したりとかできますね。やっぱコンセントがねテーブルにねついてるって結構いいですよね。なんかコンセントあってもその椅子とかね近くにないと立ってないといけないですからね。それは結構大きいですよね。いや、めちゃくちゃ奥まであるな。こっちがゲート C の74から C の99ですね。ここもお店ですね。こんな感じで道の途中にこう出てくる感じですね。めちゃくちゃ綺麗に並べられてます。パーティーこれからやんのぐらいの雰囲気を感じますからね。この辺はちょっと紳士服って感じかな。こっちはなんかあれですね、お土産違うな。これフードコート的な感じかな。ベーグルついて、こっちもすごい。で、奥のフルーツがすごいな。お酒もいっぱいありますね。すごいテレビが、大きいテレビがついてる。こっちにもついてる。すごいテレビだらけ。どれ見ていいかわからない。お酒すごいです。お酒が
すげえ並べられてる。これ飛行機でベロベロになっちゃうんじゃないかな。出ましたね。こういいですよね。このコンセントがねついてくれてるんですよね。こういうお店にも。なんかお金を持ってそうな人が座ってます。この席には基本的に。はい。ここの席に座りたければ皆さん頑張ってお仕事しましょうってことですね。はい。レッドマンゴー。ヨーグルトだ。あ、めちゃくちゃうまそう。ヨーグルト。体に良さそう。何このカラフルなベーグル。ここで終わりか。ここで最後ですね。搭乗の時間になりましたんで、これから乗っていきたいと思います。僕はグループ3なので、1、2の人が終わったら乗れると思います。成田行きの便なんですけど、あんまり日本人いないですね。あんまり日本に帰る人はいないっぽいですね。結構普通に外国人ばっかりですね。あ、でもアジア系がやっぱ多いのかな。なんか経由ですかね。成田経由でどっか行くの戻るんですかね。アジア系の人が半分ぐらいいて、アメリカなのかなが3、4割、1割ぐらいか、日本人は。はい、そんな感じです。これからラストのフライトに向かいたいと思います。ここがね、10時間ぐらい、11時間ぐらい乗るんですかね。はい、ちょっと長旅になると思います。頑張ります。今ですね、飛行機の中に入りました。結構空いてるっぽいですね。全席埋まってないですね。僕の横も空いてるんで、多分もう乗ってこないと思うんで、はい、ちょっといい感じですね。横がいないって結構いいですよね。はい。なのでちょっと長時間のフライトなんですけど、まあ幾分マシかなと思いますね。めちゃくちゃ天気いいですね。見えないか。あとね、15分ぐらいで動き出すと思います。はい。では出発までちょっと待ちたいと思います。今は離陸中です。アメリカもね、いつかは来たいと思ってます。やっぱり大きい国ですし、経済力ある国なので、その国の街の様子っていうのをぜひ見てみたいなと思ってます。なかなかすぐに来るのは難しいかなとは思うんですけど、必ずやね、いつか来たいと思います。で、来るときはね、できたらね、ちょっと休みをいっぱい取ってね、長くね、滞在したいなって。やっぱり大きいのでね、いろんなところにね、車使ったりとかしてね、移動しながらですね、見ていきたいなって思ってます。こちらはお待ちかねの機内食でございます。メインはですね、チキンカレーですね。チキンカレーと、あとは細いタイ米のようなものですね。で、左にはですね、サラダ。で、こちら大豆とかが入っているものですね。で、その横にはですね、パンとクッキーがあって、バターがついてて、あと若干のね、スナック菓子みたいなのもつけてくれてます。この後ね、飲み物はですね、オレンジジュースとですね、スプライトをお願いして美味しくいただきました。こちらのご飯もすごい美味しかったんですけども、やっぱり ANA さんだったり JAL さんのご飯っていうのはレベルが高いんだなっていうのをですね、改めて実感しましたね。やっぱり日本のね、ご飯っていうのは世界にもね、引けを取らないというか、むしろナンバーワンじゃないかと僕は思ってますね。本当に日本のご飯ってめちゃくちゃ美味しいです。神です。今は雲の上を飛んでいます。この真っ白な雲とこの青い空ですね。幻想的な風景です。こちらは夜食です。パンをですね、2つと、あとチョコレート
あと、お水をいただきました。結構このパンもですね、ボリュームがあって、結構お腹いっぱいになりました。離陸してちょうど半分ぐらいの距離進みましたかね。なので、あと半分ぐらい進めば成田に到着できるので、もう少し頑張りたいと思います。またまた幻想的な風景になりました。白と青の色のグラデーションがいいですよね。でもちょっと少し雲がかかって、今はちょっと雲の中を進んでるんですかね。でも切れましたね。飛行機の旅ってやっぱりこの風景が見れるっていうのがすごく醍醐味ですよね。だから僕は飛行機好きですね。まだまだ機内食でございます。こちらはですね、朝食に出されたご飯となっています。左からですね、こちらフルーツですね。パインと、ブドウみたいなものですね。で、真ん中にはですね、パンがあって、右はちょっと若干のお肉と卵のちょっとしょっぱい系のものですね。はい、これ全部美味しかったです。特にこの左のフルーツですね。僕これすごい美味しく感じましたね。パインとブドウですかね。なんか外国のフルーツってなんかすごく美味しくないですかね。僕だけですかね、感じてるの。あと、結構外国ってフルーツをそのまま食べるみたいな文化、皮ごと食べるみたいな文化あると思うんですけど、僕もね、結構ね、皮ごと食べるフルーツって好きでね、なんか外国の文化っていうのは合ってるんじゃないかなと思いながら食べましたね。さて、いよいよ成田に到着です。やっと日本に帰ってきました。嬉しい日本。ただいま日本。やっぱり日本が一番いいということでね、海外旅行に行くことによって改めて日本の良さっていうのを分かるきっかけにもなりますからね。だから海外旅行に行くことっていうのはね、すごく大事なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。今無事成田に着きました。はい、結構長かったですけど、はい、割と大丈夫でした。天気いいですね。めちゃくちゃいいじゃないですか。これから最後の入国というかちゃちゃっと終わると思うんで行っていきたいと思います。無事入国できました。当たり前か、入国できない方がおかしい。はい、でせっかく成田に来たのでシャトルバスで帰ろうかなと思います。なんか電車で帰ってもいいんですけど、せっかくちょっと羽田より遠くて家帰るのちょっと2時間ぐらいかかるんで、バスで東京駅まで行って、それでそこから電車に乗り換えてっていう風にしようかなと思います。結構僕シャトルバス好きなんですよね。なんか旅行感があって、はい、なのでちょっとバスを今からちょっと探したいと思います。なんか結構あれですね、いっぱいあるんだ。広いな。こちらでバスのチケットを買いました。今バスの、チケットを買いました。あと45分ぐらい出発に時間があるんで、ちょっと久しぶりの成田空港来たんで、成田空港なんかプラプラしようと思います。あんまり僕ほんと成田来ない率が高いんで、はい、ちょっとレアっちゃレアなんでね、いつも羽田使うんで、はい、フード系は4階と5階に分かれてるんですね。4階の方がちょっと多いのかな。で5階にもあるラーメンとかもありますね。結構あれですね、いろんな種類のお店がありますね。はい、とりあえず喉乾いたんでスターバックスさん行きますかね。はい、ちょっとね飛行機の中が機内食が結構出たんで、3回出たのかな。で結構お腹いっぱいなんですよね。なので飲むものを買ってバスの中で飲む用としてもここで買っていきたいかなと思います。はい、ということでホットコーヒーを買ってきました。いただきます。いや、うまい。めっちゃうまい。しみるな。はい、うまいですね。いや、うまいですね。はい、わかりますよ。スターバックスさんのコーヒーは美味しいです。はい、みんな知ってます。全国、全世界知ってます。15時15分発ですね。こちらのバスですね。レーン1って書いてあるから、多分あれですね。レーン1、ここだ。ここに並べばいいですね。
レーンが2つあるんだか。はいはいはい。じゃあこのバスで帰りたいと思います。こちらはバスからの様子です。バスってこうやって景色を見ながら乗れるっていうのがすごくいいですよね。なので景色を見ながら最後帰りたいと思います。はい、ということで、バンクーバーの最終日が終わりました。はい、そしてもうすでに日本に帰ってきています。はい。いやー、結構あっという間でしたね。はい。で、最終日なんですけど、ブリティッシュコロンビア大学っていう、カナダの中でも、名門の大学に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ広かったですね。はい。いやー、で、学生もめちゃくちゃいっぱいいて、いろいろ校舎入ったんですけど、もう常に勉強、課題ですかね。なんかずーっとカタカタね、パソコン叩いてるって感じでしたね。はい。で、どこ行っても結構、あれですね、学生がいてっていう感じですね。僕が行けるのはそのフリースペースしか行ってないんで、やるとしたらその課題とかになっちゃうとは思うんですけど、授業とかはね、また普通に授業を受けてるとは思うんですけど、はい。そんな感じでしたね。で、結構人もめちゃくちゃいましたね。はい。で、なんかいろんな人種というか国の人がいたかなっていう感じですね。日本人も日本語聞こえたりしてきたんで、日本人もいたり、あとアジア系がやっぱり多いのかな。で、あとは、元々のカナダの人も、いてっていう感じでしたね。はい。なんか、建物は古いのもあったし、新しくなんか最近建て替えたのかなっていう風な感じのもあったっていう感じですね。なんか学びの場としてはすごい良さそうかなと思いますね。はい。なんか広いし、人も多いんで、で、なんかみんな、おのおのやりたいことやってるって感じなんで、はい。なんかね、もし、大学で、行けるんだったら、多分どうなんですかね。レベルは高いとは思うんですけど、はい。ね、チャレンジしたいっていう人はいたらね、はい。ちょっとでもね、雰囲気がね、学校の雰囲気が伝えられたらよかったかなと思いますね。はい。で、僕も今着てるんですけど、UPC って書いてある。これ、ブックストアっていうところで売ってるんで、はい。お土産だったり、自分で着たいかなっていう人は買って、フードのやつとか T シャツとかいろいろ種類がいっぱいあるんで、自分の好きなものを選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。ぐらいかな。すごくいい大学だったかなっていうふうに、思いましたね。はい。で、大学見終わった後は、そのまま、空港の方行って、帰ってきました。で、僕は、ニューヨーク経由だったので、一回、ニューヨーク、リバティ空港だっけに行って、で、そこで、トランスファーして、で、日本に帰ってきたっていう感じでしたね。はい。だからそういう風な生き方行く人多いんじゃないかなと思いますね。どっか乗り継ぎで。なんか直通だと高いんで、エアカナダとかANA とか、直通便あるんですけど、ちょっとやっぱ高くなっちゃうので、アメリカ経由だったり、カナダの国内一回違うところ挟んでバンクーバー行くみたいなことがあるのかな。そっちの方が多分時間がかかる分安くはなるとは思うんですけど、はい。そういった便で来る人が多いんじゃないかなとは思います。はい。で、帰りは割と長かったら長かったか。でもなんか結構寝てたりとかしたんで、意外とあっという間でしたね。で、はい。ニューヨークの空港は、そうだ、すごい広かったですね。はい。はい。結構ターミナルも A、B、C ってあるのかな。なんかもともとC に到着予定だったんですけど A に着いたんで、シャトルバスで C のターミナルに移ってとかいう風に移動はしましたね。なんかやっぱり飛行機って予定とは変わることっていっぱいあるので、
随時ね、情報はね、キャッチしといた方がいいかもしれないですね。時間に、迫られない、旅行にするためにはね、ちょこちょこね、情報をね、確認するのは大事かなというふうに思いますね。はい。で、まあ、飛行機のところはそんな感じかな。まあ、無事帰ってこれたっていう感じですね。で、バンクーバーの、最後なんで、感想なんですけど、バンクーバーすごく、日本人の人だったら旅行しやすいかなと思いますね。最初空港出て、多分多くの人がスカイトレインっていう電車使うと思うんですけど、コンパスカードだっけかな、なんかそのスイカみたいなカードを最初に、まあ、買わなくてもいいんですけど買っちゃった方が楽なのかなって、6ドルするんですけど僕が買ったんですけど、なんか日本語表記が あるので、その買うところのマシーンが、機械が、だからすごく簡単に買えて、でそれで1本でダウンタウンの市街地まで行けちゃうんで、であとバスとかもコンパスカード持ってればそれでピッピッピッってやればいいんでね、お金がなくなってきたらチャージすればいいだけの話なんで、なんかすごい日本人からしたらすごい簡単かなって。で治安とかもいいですし、あとは、まあ、普通に日本人とかいるんで、アジア人多いですし、日本人もめちゃくちゃ多いんで、だからまあなんかあったら日本人に聞けばね、いいかなと思うんで、その辺も安心かなっていう。街並みはね、カナダの街並みで感じられて、でちょっとなんかあれ困ったなっていうことがあったらね、日本人いたら日本人に話しかけてね、いろいろ教えてもらったりすればいいかなと思うんで、すごい日本人の人はね、旅行しやすいと思いますね。はい。おすすめの国ですね。はい。なので僕もね、ちょっとすぐにはね、行けないとは思うんですけどね、またね、行く機会があったらね、行きたいとは思ってますね。はい。てな感じかな。そうですね。こんな感じで、はい。バンクーバーの、旅行は以上となりますので、はい。またね、次にね、行く、国っていうのはね、もう決まってるので、はい。そのね、旅行の、動画をね、お届けできたらいいなと思っています。はい。では、以上で、バンクーバーの、旅行は以上となりますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。